実験大好き MNL です。今回は移動運用で活躍 50W フィールド機を作るということで、移動運用の半分は車からだと思います。知恵とアイデアを振り絞りながら手持ちの無線機の有効活用ということで、電源周りの注意事項を重点的に説明していきたいと思っております。固定機をフィールド機として使う場合の注意点説明させていただきます。一番問題になります設置場所の確保で、電源をね別途用意しないといけないと。電源容量が結構重要となります。やっぱりねターゲット 50W です。ここがね一番重要になるんじゃないかなと思います。それと騒音対策でノイズ管理ですよね。この辺をね重点的に説明していきたいと思います。設置場所の確保で、車の中でねどのように設置するのか一番重要じゃないかなと思います。一番手っ取り早い方法がやっぱり車の後部座席、比較的ここの空間っていうのはね自由度が高いと思います。後部座席にね置くのも一つの方法だと思います。もう一つの方法がもう後部座席の後ろにある荷物を積むスペースですね。ハッチバックとかのね開けてそのまま運用される方も結構最近多いんじゃないでしょうか。あえて座席を使わずに一回外に出てハッチバックをパコッと開けましてね、日よけのシートとかをね貼ってキャンプ感覚で運用されている方も多いんじゃないかなと思います。こういう形で車の後部、荷物と同等ということでね考えていただければ設置場所にはそんなに苦労しないんじゃないかなと思います。一番重要な点は走行時の運用を考えないなら何でもありだと。やはりね車イコール走行中の運用と考えますと、無線機のつける場所っていうのは非常に限られますし、手間も増えてくると思うんですけどね、走らないんでしたらねもうどこにでも設置可能だと思います。この辺はね皆さん自由に考えていただければ場所はいくらでもあるんじゃないかなと思います。電源の確保について説明させていただきます。専用のバッテリーシステムっていうのはね各メーカー準備してくれてないと思います。結果的には各自が電源用意する必要があるんじゃないかなと思います。とにかくねいろんな点注意する必要がありますので簡単に説明させていただきます。固定機はねとにかく電源を食います。電圧変動にも若干弱い傾向をねあらゆる面でも持っております。この辺をねちょっと重点的に説明していこうと思います。HF から430メガ運用できる無線機の代表としてやはりね今一番人気のあります IC705、FT991A この2つをね比べさせていただきました。これカタログ上のスペックから拾い上げたものなんですけど、一応両者ともねカタログスペックはねプラスマイナス 15%、 電圧換算にしますとね 15.9 から 11.7 ボルト、ここまではねメーカーさんがね動作保証をしているね値になるかと思います。ただ注意しないといけないのが実際のね実力値っていうんですか、この辺も買ったロットによっても違うと思うんですけど、私のローカルさんとかねYouTube 各局さんのね情報とか見ますと IC705 はね 10.5 ボルトぐらいが一つのね境目じゃないかなと思います。それに対して 991A はねちょっとだけ高め、11.0、微妙なんですけどねちょっとだけ弱い傾向があるような形になっております。で今度はねこっから向こうが一番重要なんですけど、実際にどれぐらい電流を消費していくのかっていうのもね比較させていただいております。やはりね705バッテリーでも運用できるシステムが構築されております。受信部の電流はね 0.5A マックス、実際これよりもっと少ないと思います。で 991A はねカタログスペック上は 2A、 実際は 1.5、ちょっと両方とも高めだと思うんですけどね4倍のね開きがあるような形になっております。で送信の方はね当然705マックスの 10W ですね。で 991A50W、これでね実際送信 3A、 こちらの方は 15A、 こんだけの開きがある、ここがね実は一番ネックになっている点じゃないかなと思います。移動対応のね705の方が、明らかにね受信時の電流が少なくなっております。で送信時もねこの電流が少ないと、ここのね結果的には電流を食えば食うほど配線のね抵抗があります。同じ配線でもたくさん電気流しますと無線機に到達する時の電圧っていうのがやはり 0.5 ボルトとかもう1ボルトぐらいすぐに下がってしまいますので、結果的にねその差の方がはるかに大きい、電圧効果がね非常に消費電力の大きい分もね高くなっておりますのでね、この辺をどう処理するのか。実力値は 0.5 ボルトの差なんですけど、配線ロスまで考えますとね実際は 1.5 ボルトぐらいのね実力値の差になっているような傾向だと思います。
1.5V の差をね、どうやって吸収していくのか、この辺についてね、ちょっと説明していこうかなと思います。13.8V で 15A を確保しないとね、安定した 50W が確保できません。この 13.8V、15A の壁についてね、ちょっと説明していきたいなと思います。15A を取り出しますと、バッテリーから出る電圧もガガッと下がります。フューズもね、しっかり取り付ける必要がありますのでね、配線のロスも結構あります。無線機側で実際に 12V のバッテリーを接続して 15A 取り出しましたら、無線機側ではね、もう優に 11V、実際はね、もう 10.5V ぐらいまでいっちゃうことが多いんでね、非常にね、ここがネックになるんじゃないかなと思います。電圧が低下しますと、無線機にいろんな現象が現れてきます。よくあるのが、ここにも書いてあるんですけど、送信がカットされるっていうのはよくわかると思います。で、もっとひどくなりますと CPU がね、リセットかかってしまうというのもあると思うんですけど、意外とね、皆さんチェックしてないのが、電圧が下がってきますと、変調がちょっとおかしくなってくると。少し周波数が不安定になるんじゃないかなと思うんですけどね、無線機によりましたらね、特に991シリーズは電圧が下がってきますと変調がおかしくなってくるのでね、これらの現象よりも逆に気づきにくいっていうんですか、電圧が下がった時には変調もね、おかしくなる機種もありますんでね、ぜひともね、ご注意いただければと思います。お手軽なね、ポータブル電源。これも結構使うのが難しいような傾向です。12V 出力につきましてはね、10AMAX のものが多い。15A 出力っていうのは非常に少ないんじゃないかなと思います。まあ理由はいろんな理由があると思うんですけど、まず一番の理由っていうのが、ライターのね、ソケットから 12V を取り出すって仕様ですので、あそこっていうのは、誰が決めたか分かんないんですけどね、車についてた時代もだいたいヒューズの容量っていうのが 10A でしたので、まあ、ああいう形状から電気取り出せる方法っていうのは多分 10A よりね、大きい電流取るのは危ないからっていうのもあるんでしょうか。100V はね、いくらでも出せるようなね、もうエアコンも回せます、電子レンジが回せますっていう機種もあるんですけど、なぜかね、12V 出力だけがね、こういう 10A っていう制限で、未だにここがね、解決してないんでね、なかなか 50W 機が直結できないのがね、現状じゃないかなと思います。でしたらね、さっきの発電機みたいに、まあ 100Vから電圧を下げればいいだろうという、これ一番簡単な方法だと思うんですけど、 100V の出力っていうのは 100% 中にインバーター回路というのがあります。ノイズが結構多いと、このノイズが多いんでね、結構気使っていただかないとね、無線ができなくなると。昔はね、12V はリチウム電池直出しでしたので、あまりノイズのことはね、考える必要がなかったみたいなんですけど、最近はね、ちょっと事情も変わってきて、12V の出力に関してもね、こういうインバーター回路が噛んでる可能性がありますのでね、ぜひとも最新の機種、特に大容量の機種ご購入されるときにはね、この 12V、ノイズが多いか少ないかっていうのもね、一つのネックになってくるんじゃないかなと思います。ポータブル電源で、最近よく皆さんね、紹介されているモバイル電源もそうなんですけど、結構これノイズが多いような傾向です。移動運用っていうのは、アンテナと電源までの距離がもう極端に近くなります。ノイズの影響をね、強く受けやすい傾向になってきます。YouTube 見ててもね、いろんなやり方されてる方がいると思うんですけどね、ぜひともこれらの点はね、よく見ていただければと思います。まず、アンテナと電源前の距離が一番重要になります。例えば電源と外部に接続した固定機の外部のアンテナっていう歌がもう 20m ぐらいの同軸でつながっているような外部のねアンテナでご評価されている方もいると思うんですけど、 20m もね離しますとノイズっていうのは非常に少なくなります。アンテナと電源まではね基本 1m ぐらいの距離でね測定されているような方のデータをね参考にされるのがベストじゃないかなと思います。あと周波数ですよね。 HF でもね 1.9、7、21、50で 2m430 あたりでもね、これ結構違うんですよね、ノイズの出方。どの周波数でどう評価するかによっても違いますので、まあ使ったレポートでもノイズが少ないっていうのがあっても、それはどの周波数で少なかったのかによっても全然評価が変わりますので、ぜひともねこのノイズに関しましてはこの周波数もよくチェックしていただければと思います。あとこのノイズの成分っていうんですか、幅広いノイズ、最近でしたらね、こうスペアナみたいな画面でパーッと皆さん見せてますので、全体的にブワーッとノイズが出てるのか、それとも特定の周波数ですね、特定の間隔にピッピッピッって立っているようなノイズが激しく出てるのもあります。
この辺の成分の違いによってもね、後からフェライトコアを取り付けて除去できたりできなかったりするノイズも多数ありますので、ぜひともね、このノイズの種類っていうのも比較しながらね、各自モバイルバッテリーとかね、ポータブル電源どうしても使う必要があるようでしたらね、そういうのをね、ぜひとも見ていただきながらご評価いただければと思います。現状はとりあえず組み合わせて方がね、アマチュア無線化としてはね、幸せに移動運用が楽しめるんじゃないかなと思っております。便利なポータブル電源は諦める。ものすごく便利で、なおかつ価格も安いんですけどね、ノイズのことを考えるんでしたら、現時点では諦めるとは言いたくないんですけどね、よくご検討いただいて、個人的にはね、もう諦めるぐらいの気持ちでね、ご選定いただければと思います。バッテリーと 13.8V に昇圧させる DC-DC コンバーターね、これを個別に準備すればほぼ 100% ね、50W のね、移動運用に適した電源っていうのは確保できるんじゃないかなと思います。やっぱ固定機で移動運用を楽しむなら、経験上なんですけど、12V 換算で 40A ぐらいのね、やっぱり電源がいるんじゃないかなと思います。受信時の電流が多いと。出力は今回 50W っていうのがテーマになっております。やっぱ50が結構大きいですね。で、あとはね、デジタル通信 FT8。これもね、実際運用しますとものすごく電気食います。更新された方結構おられると思うんですけど、とにかく送信してる時間が長いと。送信の頻度が非常に増えてきますので、電気の減りも早くなってきますので、やっぱり 40A ぐらいはね、用意してた方が楽しめるんじゃないかなと思います。バッテリーにつきましては、リン酸鉄リチウム電池、値段が下がってきておりまして、最近でしたらね、2万から3万円ぐらいで買えるようになってきております。一番注意しないといけないのが、電圧が 12V でなくて、理論上ね、13V、鉛蓄電池ですと 12V なんですけど、リン酸鉄のリチウム電池っていうのは 13V ありますのでね、ここの 1V の差がありますのでね、場合によりましたらね、ちょっと私も十分テストできてないんですけど、ギリギリいらないのか DC-DC コンバーターっていうような状態ですね。で、お値段の方もね、2万から3万円。8000円です。だいぶ近づいてきてるんでね、私もね、非常にね、こちらに移行しようかなって迷っているような状態です。現状なんですけど、このリン酸鉄のリチウム電池っていうのは、廃棄するためのね、ルートっていうのはまだ確定してないっていうんですか。非常にね、寿命も長いので、時期に確定するとは思うんですけど、鉛電池っていうのはね、比較的、いろんな機器、パソコン関係の無停電電源にもいくらでも使えてますのでね、ちゃんとこの廃棄ルートっていうのがありますので、その場に持っていけばね、無料でも引き取ってくれるぐらいのルートがあるんですけど、こちらの方につきましてはね、リン酸塩鉄のリチウム電池については、どこも引き取らないって書いてるところも多いので、ぜひともね、この辺が確定すればね、もう間違いなくこちらの方、リチウム電池の方が軽いです。ですのでね、こちらに移行するんじゃないかなと思います。で、今のところね、全部チェックできておりません。で、やっぱり電圧っていうのは送り手側はね、電圧がある程度高い方が配線ロスカバーできますんでね、現状はね、DC-DC コンバーター。これはあった方が後々無線機を選ばなくなると思うんでね、運用が楽になるんじゃないかなと思います。で、アマチュア無線用ね、この DC-DC コンバーターの市販っていうのがね、非常にちょっとお値段高め、3万円ぐらいすることが多いんじゃないですか。2万から3万円ぐらいはすると思います。汎用品をね、ノイズ対策をして、簡単な自作っていうんですか。簡単な組み付けをすればね、5000円ぐらいでね、作れるとも思います。これが実際私が以前やった事例なんですけどね。中国製のやつなんですけどね。こういうユニット、13点、これは 8V、18A 取れるってやつがね、確か2500円ぐらいでこういうユニット売っております。この単体で使いますとね、すっごいノイズで運用ができないぐらいすごいノイズが出るんですけど、こういう形でね、ちょっとシールド、ノイズフィルター、スイッチとか電圧を測定するための電圧計、パッチンコアとか取り付けまして、鉛のね、蓄電池。で、こういう DC-DC コンバーター。で、FT991 ですね。こういうのを組み合わせてね、移動運用としてね、実際今のところ使っております。移動運用をね、楽しむためにね、こういうものを準備する。お金出したら買えないことはないんですけどね、こういうものをね、揃えて少し作るっていうのもね、ぜひともね、アマチュア無線の楽しみに含めていただければ結構楽しいんじゃないかなと思います。紹介欄の方にも記載はしておきますけど、このような形、蓄電池を後部座席に鉛蓄電池を設置。で、無線機をね、こういう形にセッティングしたような事例でね、私は後部座席からね、いつも運用するようなスタイルを使っております。今回ちょっとまとめの方させていただきます。移動用のね、無線機が、本当に必要か。もうこれはもう永遠のテーマだと思います。でも実際のとこなんですけど、ほとんどの方っていうのがね、
車から移動運用する方が圧倒的に多いんじゃないかなと思います。手持ちのね、50W 機をね、そのまま使えるのでも十分じゃないかなと思っております。確かにね、新しい無線機を購入するっていうのもね、ワクワク感があって楽しいとは思うんですけど、ちょっとね、頭を切り替えて、既存のね、機器の有効活用と考えていただければね、このためにちょっとした DC-DC コンバーター準備してみたり、金具をね、作ってみたり、ケーブルを切ってみたり、こういうのもね、ちょっとしたことですけど、やってみると結構楽しいんじゃないかなと思います。考え方をね、変えると、いろいろなね、楽しみ方が増えてくると思います。ぜひともね、新しい無線機をガンガン買っていくのも一つの方法だと思うんですけど、一つの無線機をね、いろんなシーンに合わせて使っていくための小道具、ちょっとした小道具でもね、こういう使い方することによってね、便利な小道具に変わってくると思いますので、ぜひともね、こういうところでアマチュア精神発揮していただければね、アマチュア無線もっと楽しくなるんじゃないかなと思っております。お空でお会いする日、楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。